はい、こんにちは。タモンマルのカンコレ、タモンマルです。今日は講談作戦春イベント2021激突ルンガオキヤ戦パート12アイアンボトムサウンドをお送りしていきたいと思います。いよいよ、イベントも来週の、6月22日火曜日ですね。この日をもって、終了ということが告知されましたので、当初の、目標であった攻略ですね。これが今回はできたことが一番のね、自分としてはやりきった感があるわけなんですけども、まだ、そうやね会えてないので今日も出撃していきたいと思います。時間的には今日も1時間くらいですかね、お送りしていきたいと思いますので、よろしければ、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。かのやさん、こんばんは。かのやさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。いや本当にね、イベント長いようで、あっという間だったなぁと思うんですけども、でも今思い返すと、いや本当にいろいろやってきたなぁと、皆さんもねそういう風に感じてるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。こんばんは。イディアさんもこんばんはです。今日もよろしくお願いします。あとはね、空母級さん、皆さん、こんばんは。空母級さんも今日もこんばんはです。今日もよろしくお願いします。皆さんもね、体調崩されないように、水分補給忘れずにいきましょう。今日はね、出撃はしていくんですけども、雑談とちょっと入れていこうかなと思いまして、今日は日清ですね。この子について、史実のことをちょっとお話ししながら、攻略ですね、していこうかなと思います。今イベントこう見て突破いたしました。かのやさん、イベントですね、突破できたということで、しかも工作戦、削りとかね、非常に大変だったと思いますけど、クリアして本当にね良かったと思います。やっぱりね、最後のタイミングっていうのは何とも言えない達成感がね感じられたかと思いますし、何はともあれこれで一段落できて、まだね時間がありますので、まだ会ってない子いたら、空母級さん、おめでとうございます。本当にねおめでとうございます。チャレンジしてもいいのかなというふうに思います。では、出撃の方ねしていきたいと思います。かのやさん、ありがとうございます。提督よ、わりゃ忙しそうじゃのう。みずほどうしたん？差し入れの握り飯け？ほっとるのう。ありがとういただくんじゃ。かのやさん、新機関車すべて来てくれました。かのやさん新機関ね全部ということはもう、このイベントはコンプリートされたということですね。
いやー、大変羨ましい限り。まあ、イベントはね、まあ、それ個人の楽しみ方、たくさんあろうかと思いますので、まだ時間ありますから、いろいろ試してみるのもいいんじゃないのかなと。特に、基地航空隊は特にね、連動上げ、イベントだとね、しやすいところもありますし、あとは、レベリングとかもね、しやすいポイントもあったりするんで、ぜひ、チャレンジしてみてもいいのかなと。私もやっております。少しですけどね。出席メンバーに関しては、前回同様ですけども、URL 貼り付けしています。その中身のメンバーで出席をしていきたいと思います。それでは、最初の出席いってみましょう。素敵ね。出してね、みんなにも見てほしいな。どうよ。かのやさん、少し連合レベリングしてみようかと思ってます。作戦計画概要をご説明します。そうですね。今回は最終が連合艦隊ではなかったので、やっぱりイベント期間じゃないとね、連合艦隊出せませんから、普段の戦闘とやっぱ連合艦隊の戦い方では、ちょっと勝手がね違いますから、次回の作戦はおそらくですけど、欧州外国に行くんじゃないかなというふうに思っていますし、最終決戦は連合艦隊でということを、私個人的には期待をしていますので、E の4あたりですとね、連合艦隊の出撃するのはちょうど良い、連度かなと思いますので、ぜひ試してみてください。講談作戦出撃をします。最終作戦海域作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。今日はちょっとまだ修理する子がいなくてね、出撃間違いそうだけども、ちゃんと第3艦隊で7人編成で OK。 はい、行きます。では行きましょう。突撃用意。行きましょう。今日は、日清の話をねちょっとしながら配信になるんですけども、戦闘態勢に。初めの、日清が最初に、登場したイベントの時にね、ボスとして出てきたわけなんですけども、今回もね久しぶりに出てきましたけども、やっぱりこの子強いっていうかね、ボス倒すのも大変だったんですけども、もともとはね、この水上規模艦としては最初設計されてはいなかったということで、最初はこれは式設艦、大型式設艦としてね計画されたそうですね。でその後千歳型ですね。そこの設計図と、ほぼ、同じような感じで、作られました。好標的のね、
洋上作戦用母艦、まあそういった意味合いで作られたという経緯があります。なので、最初、まあここはね、誰かが損傷しちゃうんで、中波なら OK ですね。なのでね、大きなクレーンを、日清は持ってたりするんですよね。この好評的取り扱ったりするんでね。じゃあ続けて進軍。水上規模艦としてね活躍することはまあできなかったんですけどもね、まあ、高速な輸送船として、まあ重用大変重用されたというところがあります。まあ、特にガダルカナル島のね戦い、まあ、これはもう輸送能力がね問われる戦いで、まあ、銃砲やね、まあ、戦車の輸送に従事、してね大変活躍をしております。ここで高波がちょっと中波、まあ、全体的には千歳型と似ているんですけどもね、まあ機関がなんといってもオールディーゼルエンジンですね。ですから煙突を持たない姿を持っていますので、まあ、当時のね軍艦としてはスタイルがちょっと、まあ、独特だったそうです。ちょっとダメージ入ってるけど、まだまだ大丈夫。でね、で日清の、船体のね中央にはね大きなエレベーターが、あったりして、まあ、そこから好評的の艦内に収容、したり、まあ、期間の変更とかもありまして、まあ、千歳型と似てるところは似てますけどもね、まあ、そういった艦内期間が違っていますので、若干余裕があったそうです。ここで長波、危ない危ない。ちょっとギリギリでしたね。これでみんな一緒に行けるぞ。まあ最初の出撃としてはちょっとダメージでかすぎるけど、支援艦隊いるからなんとかなるね。まあ好評的母艦としての能力としては、
千歳と同じ12機ですね、搭載することができて、運用上も有利に使うことが、できると。そういった可能性があったわけですね。また格納庫の面積も広く作られていたということで、先ほどちょっと、ガダルカナルの話出ましたけど、おっと、ボスになっちゃったか。さあ、始めようか。何回目かはもう数えるのを忘れてしまったけど、あともう少し付き合ってもらいますよ。よく、随宝が高速給油管に戻しちゃ嫌よっていうことを言ってましたけども、日清もそういう高速給油管としてのね、役割を、実戦では、果たしてきたわけなんですね。頼みよ、支援艦隊。あ、抜かれちゃった。なかなか第二艦隊が落としきれなかったか。でもこちらの攻撃が通るぞ。機関に来てしまったか。やっぱりあとは支援艦隊の力を借りて攻略しましょう。さあ、ヤマトとムツ、この艦隊なら、ヤマトのね、カットインでも落ちないとは。レキューは本当に厄介な相手だ。この負けるかっていうね、藤波のセリフ好きですね。早波もダメージ出るんですよね。この攻撃力は一体どこから来てるのか。400、500か。中波でも400超える、500ですね。最後のまた来るって言ってるんでしょうかね。ちょっとうまく聞き取れない、毎回聞き取れないんですけど、また来ます。またよろしくね。どう？私の戦闘は少しは参考になったかな？お礼なんていいのよ。いや、カゲロウ最初にね、潜水幼女に中判させられてからずっとこの状態保って、最後は MVP と。さすがはカゲロウ型の長女ですね。あなたが提督？いいけど。石型戦艦2番艦ヒューガよ。一応覚えておいて。最初は、ヒューガでしたね。
近背景なんでもしやと思いましたけど、また出撃しましょう。はい。作戦完了じゃ。一応、もしね、疲れたの。まあ、時間前に出たとしても、今日は、9時まで配信は続けるつもりなので、よろしくお願いします。ねえ、そうは言ってもね、こればっかりはね、作戦計画概要をご説明します。全く読めないんでね。で、日清の話にちょっと戻りますけども、日清はね、千歳型にほぼ準ずる船体を持って、レイアウトもほぼ同じで作られていたそうです。飛竜が落ちちゃったな。ついに落とされちゃったか。じゃあ、ここは銀河にチェンジ。はい、ただね、期間というか、エンジンですね。これが異なっていて、日清の方は、ディーゼル機関を搭載をして、みずほもね、ディーゼルエンジン積んでたんですけど、あちらの方はね、ちょっと型式が古いものを使っていて、うまくね、それが使うことができなくて、大変苦労をしたということで、日清には大和型にね搭載する予定だった、ディーゼルエンジン、これをテストする意味合いもあって、搭載をした結果、これはおおむね良好ということで、最大の、日清もねこうやってアピールしてますけどもね、速力は公式28ノットということなので、カンコレの中の世界ではこの27と28を境に高速、低速がね分かれますから、ヤマトももしね28ノットであれば高速、だったかもしれませんけども、それはまたねif の話なので特にあれなんですけども、とにかくね、この当時としては最新のディーゼルエンジンというのは、いつの時代も、最新技術っていうのは、うまくいかないと、当然ですね。それは、失敗の積み重ねでようやく、日の目を見るということですから、そういう経緯もあって、日清にはね、高速、そして大容量の搭載をするね、能力が備わっていたわけですね。それでは2回目、いきましょう。素敵ね。みんなにも見てほしいな。そして日清のね、もう一つ外見上の、特徴の一つとして、手法ですね。これまでのタイプですと、あまり大きな砲塔はね、積んだりしてなかったんですけど、この子に関しては、14センチ連装砲を採用。これは、夕張が搭載しているものとほぼ、同型のものを搭載していたわけなので、単管でね、目の前の、敵を排除するだけの戦闘力を持ち合わせていたと、持たされていたっていうことが正解なんでしょうね。
もちろん護衛はつくでしょうけども、常に護衛がね、周りにいる状態というのはなかなかないでしょうから、単管でも実力行使ができるような攻撃力を持っていたようです。手法の数が全部で、14センチ連装砲3機なので6門になりますね。最大、出力が47,000馬力。全長がね 198.5 メートルっていうことなので、もしかしたら、もしかしますけど、航空母艦にね、なったりする可能性も十分、あったわけなんですけどもね。作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。よし、いいね。小さな損傷も残さずやらないとね、大きな損傷になっちゃうんで、体力も万全、コンディションも万全。よし、行こう。出撃いたします。日清の還暦は、還暦というか、その戦った期間というのはね、昭和17年の2月27日に、竣工、そして、戦没したのが昭和18年の7月22日ということですから、本当にもう戦いの真っ只中に誕生して真っ只中で戦い尽くしたと。まだね、日本がまだまだ戦う力があった段階の戦いを、駆け抜けていった、そんな子なんですよね。突撃用意。行きましょう。そういえば、そういえばと言ってる間にいきなり中波今日はなかなか道中、いつも厳しいんですけど厳しいですね。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。はい、でも中波ならまだまだ大丈夫なので、このまま進軍します。先ほど竣工日で、昭和17年2月27日というふうなお話したんですけど、これは本当私事なんですが、2月27日というのは、私の誕生日と同じ日でしたね。今になって明かされる事実たまたまでしょうね。同じ日にちだったとは。まだまだこんなもんじゃないの。下がりませんよ。そこです。よし。近代兵装なめない。お、ただいま E5 の輸送連合ですね。1000戦2000、レベリング、だいたいそれでやると、やっぱり疲労がちょっと残っちゃうけど、あまり対潜水艦戦ですからね、それほど影響はないのかなといったところだとは思いますけど、戦闘のね、ちゃんとリザルト画面は確認しつつやっていた方がね、もちろんね、体調とか万全になれば何の問題も起きないことなんですけど。指令、本当ですか？やった！黒潮さん、見てましたか？よし。私、やりました！よし、今回は潜水幼女から許された。さあ、続けて、進軍をしていきます。
まあね、水蒸気母艦というのも、好標的を得て、高速輸送艦として活躍ですからね。当時はね、海軍の軍縮条約というのがありましたから、保有艦艇のね制限を余儀なくされてしまったわけなんで、その抜け道として、艦艇の、改造を前提とした、建造計画というのもね、当時は作っていたそうなんですね。その中で鹿屋さん、機関に司令部乗っけて大破検知器ですね。確かに大破になってしまえば即撤退、もしくはね退避行動、もう慢心はダメ絶対ですから、ここは戦場ですね。本当にもうレベリングとはいえ気は抜けない、他のゲームでは考えられないようなねとこなんですけども、もうながらカンコレっていうのがね、もう一番やってはいけないというね、私の中では思ってる行為の一つなので、体調、特に寝不足な状態ではね、もう持ってんのかというふうに、自分に言い聞かせておりますので、余裕を持った攻略をね心がけて今後もしていきたいと。いけない、ここはちゃんとチェックしていかないと危ないですよ。これは1巻までしか退避できないからね。分かってるよね皆さん。2巻になったら退避できないので即撤退です。ここは、慎重にならざるを得ない。言ってるそばからね出ちゃいましたね、大破。ねですよね。ここだけはねみんなちゃんと、私もこんな感じでね退避選んで進軍と、これでセーフではないんですけど確認していかないといけないですね。ということでボス戦となります。2回目、みんな頑張ってきてね。脱線も良くないよねさあ行くぞ、みんな頼むよ。よし、最初の攻撃いいとこ潰したね。 OK。第2艦隊、第1艦隊、そしておーし、もう支援はもう何も言うことない、あとはね第1艦隊に来撃。いいダメージ出ますね。こうなればといった矢先の痛い攻撃、黒潮に一発来ちゃったね。
やっぱり一番来撃値が高いカンムスから攻撃してるのは明らかですね。まあ、多分ね、そういった、まあ、設計がされてるんだろうなというふうにね、ここ数度のイベントで特に痛感しているので、まあ、今回はね、もう終了したからではなくて、まあ、次回おそらくまた同じような展開、ないしもっときつい展開になろうとかと思うんで、それをどうかいくぐっていくかというのが目下課題ですね。まずはここの攻略からねしていかないといけないんで、今日の、支援艦隊はやる気満々ですな。よーし。2級はあと1隻。2級も落として、あとはもう倒してしまってもいいんだからねみたいなことを言おうとしたら、もう倒しそうな勢いになってましたね。カットイン出てないのに倒しちゃうんだし。まあまた来るってことか。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。はい、2回目ね、勝利また取れました。みんなありがとう。初風です。よろしく。提督さんにとって私は何人目の私かしら。初風。初風も久しぶりにドロップしたな。やはりこの子もね、当初土の子と言われていた子。皆さんもなかなか取るのに苦労されたのではないでしょうか。ということでね、2回目は初風でした。はい。作戦完了じゃ。ほんまに疲れたの。2回目も攻略できたぞ。ごめん、もっと戦いたいんだけど、ちょっちお風呂。果たして、会うことができるんだろうか。全くね、これはね、読めないんだよな。少しお風呂に少し補給助かります。 Thank you for everything。 補給ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。よし、ここはね、ちょっと時間かかっちゃうんで、長波のきらづけみたいな感じでね、ちょっと疲労抜きをしていこうと思います。いい感じですが、ノーザンプトン入れられないですね。なるほど。従巡洋艦を入れることがちょっとできないか。そうか。連合艦隊、仕方ないですね。まあ、軽巡だったらね、入れられるんでしょうけど、重巡、
地味に従順洋館のレベリングっていうのはなかなか難しいですよね。特に無傷で戦うっていうのがね、なかなか出番がね。行くぜ。おお、なんだ、長波様の出撃か。いいぜ。私もノーザンプトンに関してはもう演習でね、とにかくレベリングという感じで、どれくらいになったかな、まだ40ちょっとになったぐらいですかね。ゆくゆく将来的には、ヒューストンと一緒にね、出撃させてあげて、従順洋館の、先発隊ではないんでしょうけど、多分次回のイベントあたりで何かしら特攻が活動するんじゃないかなと思ってね。そうですよね。航空巡洋艦とかでもね、出せるんですけどもね。輸送連合です。多分輸送連合だと私も勝手に思って話してましたけど、でもその代わり、駆逐艦、軽巡洋艦、もし可能であればね、水上規模艦とかでもレベリングできるんで、ここら辺で少しでもね、経験値を稼いでおくと、後で必ずね、それが積み重ねで、艦隊の力になってくれますからね。田中少将の指揮に勝るとも劣らないね。特に、駆逐艦に関しては育成する子が非常に多いというかね、基本的に全部やらないとっていうようなところも、ちょっとあったりするのでね。私も最初から全部の艦務をね、連度を90、護衛の状態に持ってきたわけではなくて、段階的に上げていったんですね。最初の頃は連度を70ですね。これを目標にして、全員ですね、まんべんなく上げるようにして、70になって、じゃあ次は80にしようと思って、みんなレベリングをね、して80まで上げて、あとそこからは、輸送任務ですね、遠征ですね。それを駆使して、というかね、もうそこからは勝手にもう上がっていったっていう感じなんですけど。痛くなんかないけどね。提督よ。わしか？わしの出番か？仕方ないの。輸送作戦、特に解放艦って駆逐艦枠と判定されるんですね。今回初入手の4つが入ってます。解剖艦を使われてるんですね。解剖艦1の5とかね、出番あるんですけど、私もちょっと使いどころをね、いつも難しいとは思っています。今回のイベントでも第4海域で解剖艦使いました。駆逐艦を少しでも、温存させるためというのと、その海域の、特性ですね。対空戦、対潜水艦戦、そういったのがメインであれば、解剖艦を、そうですね、1隻、多くても2隻、本番でね、使えるようにしておけば、その1隻2隻をね、温存することで、
後々その戦力をね、他に投入することができるので、使い方としては輸送連合艦隊で、出せるところは出せるようにしておいた方がいいのかなというふうに考えてます。なるほど。今基本的にはね、遠征で回しておけば、間違いないですね。みんなにも見てほしいな。もちろん演習でね、この今あげたい子がいれば、その子を優先的に帰還にしてあげれば、すぐにではないですけども、だいたい1ヶ月もね、続けてあげれば、連度の方は50くらいはね、上がりますからね。かのやさん、四つ1スロはちょっと。1マイナスは買いにしてからかな。そうでしたね。四つは、スロットルがね、ちょっと数が少ない子なんで、自分も四つに関しては、最初のね、第31戦隊、そこで活躍をしてもらいました。解剖艦の使いどころだろうということでね。回になればちゃんとスロットルが2つになるので、こうなれば、普通にみんなと一緒にね、戦うことができます。特に回避の数値はそんなに悪くないので、ちゃんと対空砲と、電弾ですかね、積んであげれば、十分活躍、対空戦できるし、あとは対戦もね、ソナー、爆雷セットしてあげれば、存分に活躍できます。という感じですね。あと、今回新しい子は32区出るよ。第31駆逐隊巻波出ます。A型駆逐艦のアイドルモモ、キラキラいっぱいモモ、現場入りあとはノーザンプトンもノーザンプトン級一番艦ノーザンプトン抜病出撃します。あと 3B にサイオン積んで潜水艦対策してます。会議の噂ありますし、ティークの時間です。そうですね。前々というか、コンプティークのね、中にあったようなお話で、大規模改装、航空母艦がね、近日中に来るらしいということですから、あとは戦闘形態、確かにね、左右に積んでおけば、最悪 T 字不利にはならないというね、特攻がありますし、なかなか、うちの艦隊もね、新しい子たち、連動の方が出て50ちょっとから 50手前といったところですかね。いや本当に、今回は攻略中にね、巻波と鈴波来てくれて本当に良かったです。ここ、後で行くのもなかなかきついところだったんで、ね。あと、ノーザンプトンは今47ということなので、もうちょっとでね、改造できると思うんで。はい。よし。それでは、3回目行きましょう。早いですね。もう50分か。もうすぐ9時か。早いな。イベントも、本当にあと1週間で終わってしまうのかと思うと寂しくもあるな。出撃は忘れないようにね。はい、今回はね、
出撃の合間に、日清の話を、ちょこちょこしてたんですけども、日清は第一形態というのが、色節艦ということでね。行きましょう。あんまり変えられなさそう。なるほど。宗谷が、ホノルルと、第一艦隊はね、あまり変えることがちょっと輸送連合の場合は特に、駆逐艦がメインでなっちゃうんで、搭載できる船を考えると、確かに軽巡洋艦、あとは宗谷のちょっと艦首の名前ちょっと私まだ覚えてないのでわからなかったりするんですけど、司令部が搭載できるということであれば、やはり機関にするのが一番、ベストですね。よーしと。鹿野屋さん、一応、203にみんな攻略中に来てくれました。ありがたや。鹿野屋さん、なるほど。風味以外は皆攻略中に来てくれたということで、それは本当に幸運ですね。羨ましいです。自分も風味攻略中には、出会いませんでしたけど、その後でね、ちゃんと来てくれましたので、リスナーさんからは、できればもう一隻なんてね、いう風にリクエストもされたりしたんですけど、いや、申し訳ない、ちょっと、さすがにもう一回行くのは勘弁ということで、気持ちだけはやりたい気持ちもあるんですけど、まだこちらが終わってないので、できませんでしたというふうに返しております。はい。田中少将の指揮に勝るとも劣らないね。提督やるじゃんか。いけるよ。今回は被害がだいぶ少ないな。鹿野屋さん、第2の水雷戦隊派、ガチ対戦で6隻で固めないと回らなそうです。そうですよね。第2艦隊じゃないと先制攻撃ができないので、やっぱりね、一隻でも逃しちゃうと被害はちょっと抑えられないんでね。そうは言ってもね、レベリングだからあまりね、資材は投入したくないといったところもあるので、あくまで効率といったところをね、重視していくとなると、そうなりますよね。今回は、道中 T 字振りはセーフということでね。そうですね。よし、これなら問題なし。はい。当時としては、こういったね、機雷を設置する、艦首の高速式節艦というのがね、現場から要望があったので、日清はそれを初めはね、目的にして作られた、計画されたわけですね。この昭和11年度の寒冷満元で16年目を迎える軽巡の玉とか熊ね。そうですね、潜水艦が多めなんで、やっぱりこちらもガチ装備で当たっていかないとね、
けないです。もしかしたら、まあこれも if ですけどもね、熊や玉もね、季節感に改造する計画があったそうですけども、まあ日清が高速季節感として、計画されたので、まあ、その計画は立ち消えになったそうです。おっと。フレッチャーが大破しちゃったんで、ここはチェック。はい。よくチェックしておかないと危ないですね。もしね、この時、熊および玉が季節化になっていれば、最大速力25ノット、搭載機雷を300個と、小型の日清というべき改装内容だったみたいですね。25ノットだから、まあ、やっぱり低速扱いになっちゃうんだろうな。まあ、カンコレの世界の中ではね、まだ季節感という監視はないので、まあ、今後も多分出ては来ないかな。おぼろ。ボロね。そういや、カンコレ初期案では、嫌いますとかあったそうです。いらねえ。嫌いは、ね、まあ誰かが言ってた通り、あまりね、好きではない。あんまりそういうのやっちゃうとね、ゲームが成り立たなくなっちゃうんで、簡素化したいですね。あとね、この8周年記念のイラストもあと1週間ですね。第7駆逐隊。で、ちゃんと退避と。はい。そして進軍と。はい。いやー、本当にズバリギリギリ持ってかれましたね。まあ、ここで退避なら何の問題もない。行きましょう。単獣人で戦闘再開。はい。さあ、始めようか。行くぞ。みんな、頑張ってきてね。まあそんな感じでね、日清の機雷庫として使う計画で、搭載数が700個ですから、まあ熊や玉に比べても全然ね、搭載量が違うわけで、まあ、機雷設置用の電動ウィンチ装置、まあ、要はクレーンですね。まあ、公標的なものを使う原理と構造は全く同じということで装備されておりました。いい支援からの来撃ですね。機関が落とされてしまったけど、まだみんな残ってるんでね。まだ下ね5名残ってるんで大丈夫でしょう。さあ、今回も強支援だ。そうですよね。最初のイラストもいいんですけど、装甲破砕した時のね、イラストが非常に鮮やかに描かれてるので、とっても綺麗ですよね。
そして戦闘の方はだいぶ殴り合いですけども、大丈夫かな。うん、負けるか。あそこだ。お見つけてから逃がさない。今回はどうかな。ちょっと初手が打てなくなってるから潰されちゃうよな。これはちょっとまずい高波。おお、一撃。いける。さあ、服を切らせて骨を断つのよ。最後は高波じゃなくて長波。だいぶ危なかったけど今回も、取れましたね。かのやさん、破砕時のカラーリング、いいですね。そうですよね。最初のカラーリングもいいですけども、破砕紙になるとね、鮮やかなピンク色になるので、とっても、いいカラーリングだと思います。そして、今回も、だいぶボロボロにされましたけど、なんとかね、勝利、ギリギリ取ってます。はい。いや、大変な戦いをさせてしまっているな、ほんと。そして、みよこ型のみよこさん、共に頑張りましょう。ね、共に頑張りましょう。はい、頑張りましょう。作戦完了じゃ。いやー、作戦はね、完了してない。まだ完了してないんだよ、日清。なんてね。よし。ではね、今日は最後、ね、出撃をしたいと思いますので、よろしくお願いします。申し訳ありません。ちょっとお休みするね。いや、このパート、今日で3回目なんだけど、何回やるんだろうか。ほんと出るまで終われまてんですね。ほんとね。私、少しだけ後ろに下がります。すぐ出ますから。よいしょ。じゃあもう一回ね、ちょっとフレッチャーに出てもらってと。フレッチャー級駆逐艦1番艦。フレッチャー、出撃します。作戦計画概要をご説明します。そうですね。まあ、日清について、これは誕生するときに、あった話なんですけど、やっぱりね、航空母艦になるという可能性がやはりあったということですね。これはなんでそういう風になったかというと、フレッチャーが預かります。艦隊、抜秒。続いてください。好標的のね、母艦である日清と千代田、空母改装の対象として指定されている資料も ありますから、おそらくもしね沈まなければなったかもしれないんですけど、結果的にはね、設計図、特に同型艦の千歳と千代田がね、特に急務だったわけなので、ありがたいです。こういったものはいくつもらっても嬉しいですね。日清のちょっと純ディーゼル艦だったということがあったため、もしくは純ディーゼル試験艦を確保したかったというね理由から、結局
空母化を避けたということもあるんですけども、当時はね、とにかくあるもの何でも使っていかなければならないような状況だったわけですから、もしね、この子が空母化されることになれば、千歳型よりもね、少し大きな小型空母になりますので、最初の5の1ですね、S 弦、特に確率が 1% ぐらいだったらしいですね。それでもね、最初に出会えていればね、精神的にだいぶ楽になりますので、決して、それは無駄じゃなかったんだと思います。その成果がきちんとね、最後のボス戦で現れたわけですから、なんだろうな、この、私も何かしらそういった、段階を踏んでね、行くことで、会えた子っていうのが、自分の場合だと、フレッチャーと、あとジャービスですかね。なかなかこの2人はね、ドロップという開口することができなくて、それでも諦めずにやった結果、今はこうやってね、簡単に来てくれてますので、きっとその熱意にね、応えてくれたと思うんですよ。ということは、私は熱意がまだ足りてないということなので、どうしたものかな。あまりこう求めすぎるとね、かえって出てこなかったりするもんなんで、かといって、何も思わないというのもまた、感じるものがないと思われてしまうのかもしれないですね。果たして、あと何回この戦いを続ければいいのか。それは誰にも分かりません。でも出るまでやればいいわけですからね。よし。ダメージもなし、航空隊も OK。行きましょう。そして、でもね、結局、公表的母艦としてね、建造が決定した日清なんですけどもね、この公表的そのものに致命的な欠陥がね、昭和15年に発覚してしまって、母艦から発信することは可能だったんですけども、波が高いとね、艦が大きく動揺するため、外海の観測が困難になってしまって、潜望鏡深度で低速で航行すれば司令塔が丸見えとなってしまうということで、いきなり大破か。ということでね、そういった艦隊決戦の秘密兵器がね、海戦目の前になって、使えなくなってしまうということが発覚してしまったわけなんですね。はい、ちゃんと退避して進軍です。はい。ですから、その改良型である光竜ですね。こちらが登場するまでは、公表的を使うことが結局できなくなってしまったため、
輸送艦として戦うことになっちゃったんですよね。かの野菜とか、ついでに土地の熟練付け併用してみます。テンポ悪くなるかも、ですが。そうですね。基地の航空隊もだいぶ消耗してると思いますので、この機会にね、少しでも連度を上げていくといいと思いますが、航空隊を使うと燃料のね、消費も大きくなるので、そこは残りの備蓄量とね、相談しながらやっていかれるといいんじゃないかなと思います。うわこれはきついな。ここで2人目か。さすがにここで2人目は、行けるところまで行って、もしもう1人出ちゃったら、さすがにこれ以上はちょっと戦力的にもう落とせないですし、もう1隻出たら撤退します。はい。さすがに最終回帰はうまくないですね。大丈夫？ということでね、今日はちょっと日清について、ちょっと語りながらの、攻略となっておりますけども、あとここはちょっとまとめに入りさせていただきます。手法はね、軽準クラスの手法6門装備ということで、非常に攻撃力が高い艦艇となっています。そして、機関は、ディーゼル機関を指揮として採用した完成形といったところなんじゃないのかなと思われます。エレベーターを、搭載ということで、同じ同型艦の千歳型よりも大きいものをね、搭載をして運用しやすくなっています。そして、クレーンですね。飛行艇搭載用の、大型クレーンを搭載しております。よし、ここは無傷ではないけど突破できたね。はい。続けて進軍しましょう。はい。そして搭載機は艦隊決戦支援に特化した搭載機ということで、急降下爆撃を可能な水上機を搭載を検討されていたようですけども、実際には、偵察機しか搭載をする機会がなかったということで、もし日清が、昭和18年に沈まないままでいれば、おそらく随分を積んでいたんじゃないのかなというふうに想像されます。実際には零式の三座水上偵察機を搭載して戦っていました。そのための新世代型の射出機である射出機をね、搭載していたわけなんですね。しかし、なかなか計画通りには、最初の通りにはね、いかないというのは、よくあることですからね。今回の戦闘も予期せぬ撤退が2人も出ちゃったけど、ボス戦まで来ました。何気に初めてですね、撤退艦が2人も出ちゃった状態でボス戦というのは、
では、戦闘ですね。今日最後の決戦となります。みんな頑張ってきてね。さあ、始めようか。いくぞ。このイラストもね、あと1週間見納めになっちゃうけど、どうなるこうなるわからないけどね。最初の攻撃も2回目の攻撃もいい感じ。うん。支援。うん。そして T 字ユリ。いいね。もう流れは、悪くないね。よし、雷撃で。落とした。2級落とすか。すごいな。雷撃だけで、やっぱりね、T 字有利というのはね、まあ、こちらも被害受けることも考えられますけど、攻撃力が団地ですね。では、野戦突入。お、今回は綾波が来たですね。やってくれるな。でもまだまだこれからよ。よーし、順番に落としていく。順番にね、下から順番に落としていく感じ。2級粘る。今回は粘るな。よし、心痛3。どれだけいけるか。高波。高波840でフィニッシュ。ということで、今回も勝利取れました。本当に。本当よく頑張ってくれてますよね。本当にね、支援艦隊も確かに強いんですけど、今日もみんな、本当にね、ありがとう。ですね。では、最後。ね、従順熊野でした。ね、はい。ありがとう。みんなお疲れ様。はい。ほんまに疲れたのっていうことでね、今日もね、みんな頑張ってくれましたので、大変満足です。はい。ということで、今日の出撃はここまでということにさせていただきます。では、今日のいつものね、やってる今日は何の日コーナーをやって、お別れというふうにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、ちょっと用意しますので、少々お待ちください。
まだ準備できてないね。はい。今日はね、そうや、そして、日清について、いろいろ語ってきましたけども、いかがでしたでしょうか。次回もね、こんな感じで、配信していこうと思っておりますので、ぜひね、よろしくお願いします。それでは今日の何の日、はい、こちらの方を、オープンします。はい、今日はこちら、はい、今日は6月の16日はですね、スペースインベーダーの日となっております。日付はアーケードビデオゲームのスペースインベーダーが初めて世に出た1978年昭和53年の6月16日からです。はい、皆さんも聞いたことはあるだろう。一回はね、聞いたことがあるだろうと思います。このスペースインベーダーというゲーム。こちらはですね、世界的にブームを巻き起こし、日本のゲーム文化が花開くきっかけともなった、とても貴重なゲームです。こちらの記念日は、平成30年ですね。2018年発売40周年になることを記念して、認定されたそうです。40年ですね。本当にね。早いものでもう40年というね、日にちが経っちゃってるんですね。だいたいね、こういったゲームというのは、昔はゲームセンターにあったというよりは、むしろ喫茶店とかね、そういった、特定の施設に置かれていたというわけではなくて、ゲームそのものが娯楽というよりは、暇つぶしの、余暇を、するための、道具としてね、置かれていたような気がします。自分が見たというかね、当時というか、このゲームを初めてやった時は、確かバッティングセンターの片隅に置いてあったのを発見してやったりしてみました。いや、非常に難しいゲームで、当時はまだまだ子供だったし、当然クリアなんて到底できなかったですね。スペースインベーダーについて少しね、ご説明しますね。こちら、はい。敵のキャラクターをね、こうやって上から順番にこう並んでくるんで、これをね、下からチクチク倒していくということになるんですけども、これがだんだん下に来ると、動きが速くなってきてしまって、最終的には自分の磁気に当たってしまうというね、恐ろしい状況になってしまうので、どれだけこう早く確実に当てていくかということが重要なんですけども、結構これが当たらないんですよね。狙っているつもりで全然狙ってないっていうね。多分今やってもそんな簡単に攻略なんていうのは到底難しいだろうなと思います。ジャンル的にはシューティングゲームということでね、なるんですけども、このインベーダーをね、
全滅させればクリアなんですが、たまに五感からね UFO がね出てきたりもするんで、それを撃ち落とすとボーナス点が入ったりとかね、高得点を獲得するための攻略法として、名古屋撃ちとかね、よくねこういう名前がついたもんだなと思うんですけど、当時はそういった娯楽として楽しみましたね。スペースインベーダーは本当に社会現象となったものですから、これをきっかけにねゲームセンターが、世に次々とね開店して、先ほどもちょっとお話ししましたけど、喫茶店とかね、なんでテーブルにこれが置かれてたかよくわからないんですけども、そういう文化が花開いたということなんですけども、今はねちょっとそういったゲームセンターも非常に厳しい、状況下になりますので、皆さんもね、こういった文化まだまだ続いてほしいですよね。特にゲームセンターに行ってくださいと言ってるわけではないんですけど、何かしら機会がありましたらこういったものもあったよと思い出していただけると嬉しいです。はい、ということで今日6月16日スペースインベーダーの日ということで紹介させていただきました。はい、今日もつつがなく終わりを迎えることができました。本当にね、皆さん、ここまでご視聴お付き合いいただきましてありがとうございます。タモン丸のカンコレ、タモン丸です。今日も、皆さんの、おかげでね番組が成り立つことができましたので本当にありがとうございました。さんお疲れ様でした。今回もねちょっとそうや会うことができなかったので、いでやさんお疲れ様でした。次回もね鬼ガンバです。次回もねちょっとやるつもりではいるんですけど、本当にもう終わりがね見えちゃってますので、放送配信外でもちょっと頑張ってみようかなと思います。お疲れ様でした。でも早いうちに次回もまた配信しますので、また案内します。なので、ぜひねまた見に来てください。それでは、失礼いたします。じゃあね。